じゃあちょっと選手交代してみますか。じゃあお願いします。気になってる方もいっぱい多いと思うんで、ショットガンダンディさんのなんでチャンネルを始めたかとか、そのチャンネルの方向性とか、この先向かっていきたいところをちょっとまず教えてもらいたいなと思います。なるほど。簡単に言ってずっとやっぱり英語と日本語分かってて、で10代からずっとヒップホップ好きじゃないですか、まあ30年ぐらい好きなんですけど、クラブに入り浸ってた時期があって、でその時にふと TOK っていうレゲエのグループがいるんですよ。で当時日本ではレゲエが流行ってて、でチーチーマンとかっていう曲があるんですね。でそれで女性も男性も平気でみんななんか平和的な感じで踊ってるんですよ、リリックがなのに。それにあれとこれっていう違和感が出てきたんですよ。これそんなこと歌ってるのにみんな平和的に踊ってる、なんでみたいな、そっかリリックを分かってないんだっていう衝撃を受けて、まあそういう時代ですよね。そうですね。確かに。でまあ仕方ないですよね、言葉の壁は。っていうことで別にまあ気にしなかったんですけど、でもずっと心の中でみんなに教えたいっていう気持ちがあって、去年40になった時にそっか YouTube があるやんってなって、それでまあ始めました。で目的はやっぱそのアメリカのヒップホップの人たちが何を歌ってるのかを透明化に赤裸々に伝えて、で日本の方たちに理解してもらって、で判断してほしいんですよ。正直やっぱり超物質主義的な歌も多いし、人気だけど大したこと歌ってない人たちも結構いたりして、それを別にその人たちがコマーシャルソングってやつね。そうでそれが別にいいんですよ。いいけどそれをちゃんと判断してほしいっていう。でこれ聞いてこんなこと歌ってんだこの人っていう後に判断してほしい。今はもう何歌ってるか分からんから、もう雰囲気でね好きか嫌いかって分かるしかないと思うんですよね。だからそういう目的と、でそれによってまあ日本のラッパーたちがこういうことを歌ったら売れるかもしれない、人気が出るんだ、こういうのが大事なんだって分かってくれたら、そのラッパーさんたちのリリックにもちょっとでも貢献できるかなっていうことですね。なるほどなるほど、なるほどですね。そういうことか。このショットガンダンディのヒップホップ和訳チャンネルを始めたかっていうのをちょっと説明してもらったんですけど、もう一つ気になってることがあって、他にも何名かいらっしゃるじゃないですか、ヒップホップ和訳してる方たちが。そこの人たちとのなんか差別化みたいなのは図ってるんですか？図ってます。どういう点でですか？僕が知ってる限り他の和訳の方たちってまあ文字だけなんですよね。曲流してるところに文字だけやってるっていうイメージがあって、確かにそれだと正直ヒップホップのリリックは伝わりきらないんですよ。確かにスラングとか背景とか、バックグラウンドがそうでその時事ネタとかも結構盛り込むんですよ、ヒップホップの人たちって。確かにですね。だからああやって僕の方法でしか多分説明できないんですよね。それやっぱり言葉遊びなんで、どっちかの人が多いかもしれないですよね。ドリルラッパーの解説してその事件背景だけ言ってたりとか、もしくは本当に和訳してるだけかっていうのが、確かにそうですね。そうですね。本当に否定するつもりは全くないですけど、やっぱり間違ってる部分が結構あったりするんですよね。で文字だけだと間違ってるところがそのまま伝わっちゃうんで、それが悔しいなっていうのがあって、スタイルになってしまったんです。なんか僕本当に今回初めて会わせてもらったんですけど、まず日本語が死ぬほどうまいことにびっくりして、ありがとうございます。でちょっと僕より日本人なんじゃないか。いやそれはないそれはないちょっと自分もあなた何人ってどこ行っても言われるような感じになっちゃったんで海外いろいろ飛んでるとそうなりますよね。めっちゃわかります、それは。いやすごいです。やっぱりその日本の人の気持ちが分かって解説していくっていうところですね。そうですね、そこがやっぱむずくて、言葉だけね英語と日本語分かってたとしても、その文化を変えるのがやっぱむずいんじゃないかなっていう。特にヒップホップはっていう。確かにそうですね。なのでまあ自分で言うのもあれですけど、多分世界で俺しかやってないんじゃないかなこれっていう。ごめんなさい、ちょっと大げさなこと言ったんですけど。それって逆にアメリカ人の YouTuber が、例えばフランス語のラッパーの解説とか日本語のラッパーの解説とかっていうのはないんですか？僕は見たことないんですよね。だからで多分お会いしたことも多いと思うんですけど、どっちかにやっぱ偏る人が多いんですよ。確かに文化的にも。
言葉はあれだったとしても、はい、だからアメリカにずっと住んでて日本語を学んでめちゃめちゃ上手くなった人は、はい、日本語のこのスラングとかニュアンスがやっぱ分かんないんですよ。感覚みたいな。確かに。で僕はなんか本当ありがたいことに父親のおかげで軍人だったんで、アメリカに住んでた時期だったら日本に住んでた時期が子供の時からでそれで成長していったんで、なんとなくどっちも培った感じなんですよね。ラッキーというかやっぱそれがあるから、まあ、自分も本当に家族のおかげで英語を喋りますし、なんか本当に恵まれたなとは思いますよね。もうおっしゃる通りですね。なんか自分がすごいとかじゃなくて本当におっしゃる通り、恵まれてラッキーでこうなってるっていう、あとは本当努力ですからね。まあそれは、ただ僕はただ好きなだけなんでヒップホップがとっても、はい。ここから先はどういう方向性で最終的にここに行きたいみたいなのあるんですか？いやそれこそハーコーさんもすごい夢を抱えてて、僕のいろんなもちろん夢があるんですけど、ざっくり言って本当に説明がむずいですけど頭の中でイメージしてるものは、いや日本のヒップホップシーンが世界規模になってほしいんですよ、単純に言って。例えば皆さんがアメリカのラッパーって聞いた時にエミネム、ケンドリック・ラマー、リル・ウェイン、ね、スヌープ・ドッグわかんないですけど名前がバンって出るじゃないですか。それぐらいのレベルの日本人ラッパーが出てきてほしいんですよ。それは間違いないですね。はい、間違いないです、間違いないです。なのでじゃあその時にどうするのかっていうと、和訳してどんなことを歌ってるのかをまず理解してもらわないといけないし、で正直レベルを上げてもらうしかないんですよ。で日本語のままで勝負するのであれば僕が字幕やるしみたいな英語のとか他の人も出てくると思うんで、とにかくそれを誰かが意識しないと成し遂げれないんじゃないかなっていう、一人でも多くの日本の方がっていう気持ちですね。国民の一体感もかなり大事だなと思ってて、当然日本に住んでる人もそうだし、日本に住んでない日本人もそうだと思っていて、やっぱりこれが俺たちのフットから来た人間なんだっていう、そこのサポートってすごい大事かなっていうのは僕は K-POP とか見てすごい思いますね。そうですよね。でやっぱかっこいいんですよ。僕も日本のヒップホップ好きなんで、日本っていう国も好きなんで、それが単純に純粋に世界で勝負してほしいし、なんなら世界を取ってほしいんですよね。ショットガンダンディさんの YouTube で世界も取りに行ってるわけですから。いや僕自身はどうでもいいんですよ、正直。僕じゃなくて本当に日本のヒップホップシーン。なるほどなるほど。そうで僕がだからある程度こんなことやってて、そんなことにできるんだっていう他の英語と日本語分かる人たちが見てくれたら、その人たちも同じことやりだしてしまうと、10人20人って増えていくともっとこうできるんじゃないかなっていう。確かに3年前に出したタイのワンミルとオージーボビーっていうラッパーと一緒に出した曲があって、めちゃめちゃリアクション動画が世界中でバーってたんですよね。日本語と英語でやるんですけど、で僕はタイ語と英語でやるんですけど、自分がラップし始めた瞬間、外人たちがヤクザヤクザだいやもうヤクザじゃないんですよ。外人からしたらそういうやっぱイメージがあるんですからね。自分がただ出てラップしてるだけの話なんですけど、ヤクザしてないんですけど、何もでもなんかそういうフックポイントあるのかなみたいな。その自分の国から出てない、アメリカ人とかだったらそういうイメージですよね。やっぱヤクザとか空手とかサムライとかですよね。ありますあります。でもそれを僕は逆に武器にした方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。サムライとか忍者とかも。もう存分に使った方が世界を狙うのであれば、やっぱ外人って普通にかっこいいと思ってるんですよ。侍も忍者も、ナルトとかもいまだにごっつい黒人でもナルトの T シャツとかつけてる人いるんですよね。ポケモンとか普通に。それせっかく日本がそういう面で世界取ってるのに、それをもうちょっとかっこよく使えば、それこそウータンじゃないですけど、間違いないです間違いないです。でウータンクラブもあんなって出てきてかっこよかったじゃないですか。それ日本人がやった方が様になるんですよ、絶対に。日本人が刀持ってシャーンとかって言いながらラップしてたら、俺はおーってなるんですよね。それこそそのハーコーさんのミュージックビデオもまさにそれで、僕はそれでめちゃめちゃテンション上がりましたね。しかもハーコーさんも宮地さんも英語でラップもできるから、もう最強なんですよ。頑張ります。お願いします。勉強します。確か日本にいないんですよね。そうです。2014年。一回も帰ってきてないですか、こうちょこっととか。最初の頃は3年に1回、本当1週間とか。1週間滞在する感じで。じゃあそれはもう本当帰ってきてないのと等しい感じですね。そうなんでもう日本に来るのがなんか
観光みたいな、はいはいはい、出張みたいな。最近も変わらず同じような頻度で来てる感じですか？それとも増えてきてる？去年ぐらいからちょこちょこ来させてもらってますね。おかげさまでなんか仕事をいただいたりとか、結構やっぱ仕事が多い感じですか？またそうですね、アーティストの育成したりとか、はい、育成されてる、今こいつが熱いっていう育成してるアーティストの中にいます？ヤングボイ P 君、自分が育成してるっていうよりは一回ビデオをプロデュースさせてもらったんですけど、そうなんですね。彼は結構ちゃんと自分で自立してやってるっていうのを自分ができることからアドバイスしますし、あとはまだまだ全然なんですけど、ルカ君っていうのがインサイドミュージックにいまして、はい、自分インサイド所属なんで、彼はもともと LDH のこのスクールに4歳からいて、今はまだ20歳とかなんですけど、はい、ラップスター誕生、また次サイファーかなんかの企画が出るっぽいですね。なるほど、はい、素晴らしいですね。その動きもやっぱりマジでありがたいですね。やっぱそのルーツっていうか、なんか根元の部分をやっぱどんどん育成していく、僕も必要があると思ってて、やっぱ全体的に上げるには、それをやっぱやってくれるの最高ですね。日本ではじゃあパーティーとかそういう遊びはあんまり？仕事で来てるつもりなんですけど、ほぼパーティーに呼ばれますね。そうなんですね。やっぱり遊びに発展していくような感じですか？でやっぱそこはクラブとかになっちゃうんですかね、日本では。バーが多いかもしれない。バーなんですね。なるほど。なるべく一緒に飲むんだったらバー貸し切りにしてもらうっていうのが多いかもしれないですね。そんな感じで日本に来るときは仕事がてらバーを貸し切って遊んでくれたりとか。結構でも本当にもう昔から日本にいた時からなんですけど、自分仕事じゃないとどこも行かないんですよ。基本全部仕事です。仕事がない時はもう家にいてジムにいてスタジオにいてみたいな感じですね。筋トレとかね、そうですね、格闘の動きを。どこも行かないですね。外出しないです。何か言えるか分かんないですけど、言える範囲内でなんか、例えば有名人とかと結構遊んだりします？そうですね。あんま言えないですかね、やっぱね。どうしようかな。無理ですね、難しいですね。おかげさまでそうですね。例えば日本に海外の方が来られる時は結構連絡来るんで、自分が来れる時は日本に来て一緒に遊んであげたりとかありますね。めっちゃ羨ましいな。この間はナスの来る。ナスの来ると、そうなんですか。その前はキッドカディ。キッドカディか。キッドカディと。やば。誰が来たかな、最近で言うと。結構日常的に 1,2 ヶ月に1回どっかの国で誰かが来るってなると直接連絡来るか、マネージャーとか DJ と通して連絡来たりとか、あとはその国でアテンドするアーティストが連絡来たりとか。今よく言われるのはステューピッドヤングがタイによく来るから一緒に遊んであげてとか、この間はチャイナマックが、やば、なんかありますね。ただ自分も会いたいんで行きますとかじゃないんで、暇だったら行くよみたいな。いいな、いろんな方と会える、それ羨ましいですね。普通に LA にいたりするともう本当に日常茶飯事にみんなスタジオ出入りしてますし、全然 OG でも自分切れたりするんで。マジっすか？LA で結構これ使えない6年前に、LA で実際ステーピッドヤングの曲をやってるんですけど、あとクラプトで、クラプトはもう自分が LA にいる間にそこにいる人間みんな来てってやったんですけど、スタジオに一緒に曲やろうってやって、でクラプトはちょっと地方でライブだから2日ちょうだいと。で2日ちょうだいで、自分のフライトがその次の日だったのかな。でじゃあ分かったと、じゃあ待ってるからゆっくり来てくださいねみたいなノリだったんですけど、実際に一緒にレコーディングしてビデオを撮る日、地方からまだ帰ってきてるんだと。で本当にお前明日にできないかと。でももう俺明日に今夜フライトとかそういう流れだったんですね。でふざけんじゃねえよ、帽子かぶってこいよこの野郎っつって「You just fucking come down here man」とかってやって、クラプトンですか？そう。いや怖いで、いや本当に勘弁して後で動画撮って送るからっつって送ってきた動画があるんですけど、ピットブル連れて帽子かぶってこれがクラプトがそうだ、結局帽子かぶってんじゃんみたいな。やべえ、そんなエピソードがあるんですか、クラプトと。やばすぎますよ。オチつけてきてくれる、オチを必ずつけてきてくれるんで、アメリカの人たちはもう笑うしかないですね。
クラフトとかだって怖いイメージしかないですもん。マジっすか。なんかガチの OG のイメージしかなくて。そうですね。その当時でもやっぱり年間100ショーケース以上スヌープドッグと回ってる、相方ですよね。そうそうそう。はい。でなんか青側っていうイメージがあるんですね。モルキリップス、はい、ね、これは言ってると思う、はい、まあ言ってると思うんで、はい、そうそうそう、多分そんな、まあその流れはあってクリック LK のクリップ、それからスーピッティアムがいるエイジャンボーイズ、この辺がよくいますね、一緒に。はい、LA もじゃあよく結構行く感じ。行きます。まあ今回ねアルバムが宮地さんと翔さんが客演なんですけど、それってどういう流れでそうなったっていうか、声掛けは自分からですね。あ、じゃあもともと2人とも知ってた。もちろん。あ、そうなんですね。はい。その宮地君に関しては結構近しい関係というか。あ、そうなんですね。もともと、はい。どのぐらい知ってるっていうか。彼が日本来る前からですね。だから何年5年6年。どんな感じで出会うんですか。単純にニューヨークの先輩の息子さんと友達だった。ああ、そうなんですね。あ、じゃあニューヨークアルバイトしてたっていう。あ、そうなんですね。あ、そう。自分の友達が日本行ってラップやるんでちょっと可愛がってやってくださいみたいな。ああ、それで知り合って。あ、そう。その時は直接繋がってないんですけど、はい。で周りからいろいろプッシュされたりとか、はい。これを可愛がってあげてとかあって。なるほど。まあ自分がね可愛がるとか別にないんですけど、できることはないんで。なるほどね。結構長らく宮地さんとは。でじゃあ翔さんっていうのはどんな。翔くんはまあ結構それもやっぱり昔から知ってるんですけど、10年以上前からかな。だけどまあ直接別になんか普段からやり取りする中ではなくて、X でちょっと軽くビーフみたいになって。あ、そうなんですか。しましたね。ちょっと待ってください。今翔さんとビーフがあったんですか。まあ自分ビーフっていう気持ちもなかったんですけど、ちょっと自分が返したら DM ですぐとりあえずで来たんですか。来ました。金色のベンツ乗って。金のベンツで来たんですか。自分はアメリカからボディーガード連れてきたんで、そいつをもともとデスローなんですよね。おお、そうですか。はい、主婦がいたんでボディーガードパワーワード出てるんですけど大丈夫ですかこれ。じゃあ金のベンツで来て、でお話しした感じなんですか。そうですね。確か出身地というか川崎にも結構ゆかりがあるんですよね。そうですね。レペゼン川崎でした。あ、なるほどね。で川崎といえばやっぱりもうあの方たちの名前が出るんですけど、やっぱバッドホップさんっていうんですけど、つながりとかってあるんですか。そうですね。息子たちみたいな感じですね、全員。あ、そうなんですね。やっぱりつながってるんですね。そうですね。自分が日本中ライブやるのに連れてきましたね。全然高校生ラップ選手権の2年前の話ですよ。あ、そうなんですね。その時から。あれもうメンバー全員って感じですか。その当時いなかった子も約1名ぐらいいますけどね。まあじゃあほぼ全員そんなやって連れ回してた感じなんですね。ライブとか。すごいじゃないですか。じゃあ今も全然普通に。もうやり取りは直接はあんまないですね。まあでもね、いつでもっていうことですよね、多分ね。あ、そうですね。でもさすがに東京ドームまでやって大したもんだなって感じですね。当時は東京ドームやるなんていう想像もう全然持ってくるですよね。東京ドームなったって聞いた時どう思いました。まあいろいろ複雑な気持ちはありましたけどね。あ、そうなんですか。でまあ最終的にはよくやったなっていうとこですね。それちょっと聞いていいかわかんないですけど、複雑なところっていうのはどういった感じなんですか。聞いていいの差し支えなければいいんですけど。そうですね。最初から最後まで自分がプロデュースできなかったっていうところ。なるほど。なるほどね。でも逆に自分が最初から最後までプロデュースしたらあそこまでなってなかったかもしれないんで。なるほど。そういういろんな葛藤というかがある感じなんですね。自分と剣巻さんですね。どうなんですか。今もやっぱりバッドホップもう解散というか、今でもそれぞれ多分いろいろやっていくのかなと思うんですけど、それはもう応援していく感じですか。できることがあれば全然。そうなんですね。なるほど。そこで何かわだかまりがなければいい感じですね。全然そうですね。自分キング&クイーンってクラブやってたんですけど、そこからみんな手伝っていったっていう感じなんですけど、最近もまた新しくマムシっていうのがやっぱりそういうコンセプトで始まって、自分的にはね意思を受け継いでくれてありがとうございますっていう。なるほど。今後もね川崎がどんどんまた発展していくことを望む限りでございます。川崎って言ったら他に何かつながりのあるラッパープロデューサーっていうのはいらっしゃいますか。ほぼ全員。もうやっぱもう知ってる
川崎ってのはやっぱりすごいなんだろうブランドな感じがあってでも嬉しいですね。そうですね。16から川崎に引っ越して、この街を日本一のヒップホップシティにするってやって、でスカーズの前に、KWSK っていうユニットがいまして、彼らがサイコさんみたいなイメージがあるんですけど、彼らがみんな会いに来てくれて、この自分のプランを話してやっていきましょうってなって、街中をフライヤーにジャックするぞ。そこからスタート。やっぱでスカーズってやっぱりすごい知られてるグループで僕ももちろん聞いてたんですけど、スカーズさんとのそのつながりというか関係性っていうのは聞いてもいいんですか？スカーズに関してはどっちかっていうと基本的には A サグなんですよね。なんでかっていうとグループはそんなに自分的には古くなくて、その16からイベントをやってってライレコソルジャーのマイク・プレジェントっていうのがいるんですけど、彼と一緒にいろいろイベントやっていって、で自分は19から23まで刑務所にいたので、その間自分が書いた手紙をみんながあの人から手紙来たぞって、あの人のためにもっとずっと俺はこのイベントはやめないし川崎のヒップホップ盛り上げていくぞっていうことをみんなやっててくれたっていうのを刑務所出てから聞いて、熱いなっていう。おお、そんなエピソードもあるんですね。